皆さんこんにちは。本動画ではギリシア神話におけるあらゆる存在の母、大地の女神ガイアについてまとめていきます。最後までお付き合いいただけると幸いです。それではよろしくお願いいたします。概要。前8世紀頃の詩人、ヘイシオドスによる宇宙創造論において、世界の初めにはカオスがあり、そこからエロースと大地ガイアが生まれたとされる。ガイアは神話に登場するあらゆるものの始まりであり、様々な神、人間、妖精、怪物などが彼女から生まれた。そのため、神々の系譜を歌った神道記では、大部分の逸話にこの女神が登場することとなる。すべてのものを生んだガイアは、原始ギリシア人にとっての大神であった。エーゲ人やアジア諸民族と同様に大地を母なる女神と考え、崇拝していたのはホメイロス風参加によって裏付けられる。原始、あらゆる要素を担っていたガイアの役割は、他の神々の評判が人間の間で高まるとともに徐々に彼らへと分散されていくこととなる。大地の化身としてのガイアへの信仰は時代を通して継続されたが、その他の性格は他の類似した神々の中に埋没していった。能力。万能のガイアは宇宙を創造し、最初の神族、怪物、そして人類など、あらゆるものの母となり、大地の化身として全てのものを養い、美しい子供たちや美味な果実を育んだ。また地上のあらゆることはガイアの上で行われたために、何かの行動へ誓いを立てる時には彼女の名を口にした。人々が誓いを守る神として祈る際には、黒のメス牛が供物として捧げられたという。オリンポスの神々による王朝が確立された後も、ガイアの意向は衰えず、ホメイロスの歌ったイーリアスの中で、ヘイラーによるゼウスの非難には、ガイアに向かって宣誓されている。さらにガイアの特筆すべき能力の一つとして、予言の能力が挙げられる。デルポイの信託書はアポロンに渡る以前、もともとはガイアのものであった。ガイア、並びにその夫のウーラノスは、クロノスに対し、自分の子によって支配権を奪われるだろう、と予言し、ゼウスに対しても同様、女神メイティスとの間に子を作れば、ゼウスの玉座を奪うだろう、と警告した。また、長期戦となったティーターのマキアでは、ヘカトンケイルたちやキュクロープスたちが状況を打開するとゼウスたちに助言し、彼らをタルタロスから救い出すよう勧めた。信仰。すべてのものを生んだガイアは原始ギリシア人の大神であり、彼らは母なる大地を女神として崇拝したということはすでに述べた。他の神々へとその性格が分散されてからも、ガリシアの地ではガイア信仰が続いた。彼女は結婚を司り、女預言者たちからは最高神として称えられた。パトライでは病人たちが彼女の治療を受けに来た。他には愛外、デルポイ、オリンピアで崇拝され、ドードーナ、テゲア、スパルタ、アテーナイのアレイオス、パゴスの丘付近に神域があった。ペラスゴイ人の間のガイアは早々にレアの中に埋没し、彼女が唯一神として大地の化身となった。特にレア伝説はガイア伝説の再説であり、レアクロノスの夫婦は、ガイアウーラノスの夫婦と重ねられる。どちらの女神も、母親として子を心配し、どちらの夫も、同じ不幸な結末を迎えた。原始のギリシア人が、ガイアを大母神であり全てのものの生みの親だとしたと同様に、レアの最高位は、彼女をオリンポスの神たちの母だとすることにより、確かなものとなったと言われる。ガイアへの供物には一般的に、初なりの果物や穀物が捧げられた。また誓いの尊厳の守り神として祈られる時には黒いメス牛を供物とした。伝説。ここから、ガイアに関連するいくつかの伝説を見ていく。宇宙の誕生。世界には、初めにカオスがあり、ついでエロースと共に奥深い胸を持った大地ガイアが生まれた。ガイアはまず自分と等しく雄大なウーラノスを生み、ウーラノスはガイアを覆い尽くした。ついで高い山々ウーレアーと、不毛の海ポントスを作り出した。エロースの働きでウーラノスと結婚。キュクロープス族とヘカトンケイル族、ティーターン族を生んだ。ウーラノスとクロノスの王権交代。キュクロープス族とヘカトンケイル族がウーラノスによって大地の深みへと閉じ込められたことに嘆き、怒ったガイアは、ウーラノスに対する復讐を計画した。彼女は胸から鋼鉄アダマスを取り出し、鎌型の刀ハルペイを作った。ティーターンたちに計画を説明したところ、クロノスが協力を申し出た。ニュクスを従えたウーラノスが、ガイアと共に過ごすため彼女の元を訪れると、ガイアの助けで潜んでいたクロノスは、ウーラノスが眠っている間にハルペイで彼の性器を切り落とし、血にまみれたものを海へと投げ込んだ。その傷口から滴った黒い血は大地へと染み込み、エリーニュスたち、ギガースたち、トネリコの妖精メリアスたちが生まれることとなる。エリクトニオスの誕生。ヘイパイストスはアテーナーに浴場し、襲いかかろうとしたが、激しく抵抗されてしまった。
その際にヘーパイストスが射精した精液は大地へと染み込み、ガイアは神とは異なり寿命のある存在、人間エリクトニオスを生んだ。ガイアは生まれた子をアテーナへ託し、エリクトニオスは後にアテーナイの王になったとされる。ゼウスの保護。ゼウスの出産が近づいたレアは、ウーラノスとガイアに息子を救い出す援助を申し出た。ガイアは生まれたばかりのゼウスを引き取って育てる役を引き受け、イーデイ山に連れて行き、二人のニムフ、アドラステイアとイーデイに預けた。人類再生神話。プロメーテウスと人間の不信心に嫌気がさしたゼウスは、彼らを絶滅させてしまおうと、地上に大洪水を起こした。プロメーテウスからこれに対する警告を受けていたデウカリオンは、箱舟を作って妻のピュラーと共に乗り込み、九死に一生を得ることとなった。生き延びた二人はデルポイへ赴き、テミスに願った。テミスは頭を覆い、ローブの腰紐を外し、汝の最初の祖先の骨を汝の後ろへ投げよ、と答えた。デウカリオンとピュラーは、この曖昧な命令の謎を解くと、頭を覆って平原を歩き、大地からかき取った石を肩越しに投げた。彼らは、自分たちが大地ガイアの子孫であり、いわば大地の骨に違いないと考えた。デウカリオンの投げた石は男に変わり、ピュラーの投げた石は女に変わった。こうして再び地上には人間が溢れるようになった。ダプネイの悲劇。アポロンは、ダプネイを誘惑しようとしたが、美しく清潔だったニムフ、ダプネイはアポロンを拒絶した。それでも彼女を手ごめにしようとしたアポロンから、ダプネイは逃げようとしたが、アポロンは彼女に追いつき、抱きしめる寸前だった。ダプネイはガイアに助けを求めた。たちまち大地が大きく開き、ダプネイは消え失せ、消えた後に、地面から一本の月桂樹が生えた。ビュテクスの悲劇。ニムフ、ビュテクスは、ボレアースよりパーンの方を愛した。怒り狂ったボレアースは、ビュテクスに飛びかかり、彼女を岩に投げつけ、獅子を打ち砕いてしまった。ガイアはこれを哀れに思い、彼女を松の木に変えてやった。栄光の悲劇。パーンは、栄光の愛を勝ち取れなかったので、羊飼いたちに彼女を八つ咲きにさせた。ガイアは彼女の遺体を収めたが、死してなお栄光の声はそこに残ったという。子供たち。最後に、ガイアが産んだ子供たちについて触れる。ガイアはまず自分と等しく雄大なウーラノスを生み、ついで高い山々ウーレアーと、不毛の海ポントスを作り出した。このウーラノスと結婚し、キュクロープス族、ヘカトンケイル族、ティーターン族を生んだ。クロノスがハルペイで父から聖気を切り落とし、血まみれのものを海へ投げ込まれると、その傷口からは黒い血が滴り、大地に染み込み、エリーニュスたち、ギガースたち、トネリコの妖精メリアスたちが生まれた。ウーラノスが虚勢された後、ポントスと交わってネイレウス、タウマース、ポルキュス、ケイトウ、エウユビアを設けた。また先の伝説でも述べたように、人間エリクトニオスは彼女から誕生した。ゼウスをクロノスから隠したクーレイスたちのことを、ギリシア人はゲーゲネイス、大地の子供たち、やオムボロゲネイス、雨の子供たち、というあだ名で呼んでいた。アケローンは、ガイアの息子であった。彼は、ティーターン族とゼウスとの戦いの間、ティーターン族の喉の渇きを癒し、そのため冥界に投げ入れられて川に変えられている。タルタロスとの間に設けたテュポエウスは、巨大で恐ろしい怪物であったため、オユンポスの神々はゼウスを除いて、皆動物に変身し、エジプトへと逃げ去った。テュポエウスは一度ゼウスを捕らえることに成功するも、ヘルメイスやパーン、モイライの助力を得たゼウスによって倒された。ムーサたちは一説によると、ウーラノスとガイアから生まれたという。しかし一般的にはヘイシオドスの意見が承認されており、ゼウスと、ティーターン族の女神ムネイモシュネイの娘だと言われる。ポセイドーンとガイアの間に、巨人アンタイオスが生まれた。その他にもエキドナ、トリプトレモス、ピュートーン、カユブディス、ハルキュイアたちなど、多くの怪物やその他の人物が彼女から生まれたと言われる。本動画では、大地の女神ガイアについてまとめました。次回はティーターのマキアーについて見ていきたいと思います。よろしければまたお付き合いください。それではさようなら。